よろしく。じゃあ今日も頑張っていきましょう。シャッ。あ。じゃあな。創業は江戸の末期の天保元年、西暦ですと1830年。最初は京橋で土壌をやってまして、明治になってこちら移ってきました。それで、土壌に限らずさまざまな魚料理を中心にご提供させていただく中で、先代があんこを使った鍋っていうのをご提供しまして、でそれがこの神田っ子の口にあって受けたものですから、皆様あんこ鍋の注文っていうのが、集中しまして、それで以後あんこ料理専門店に業態を少し変えまして現在に至っています。昭和の初期の時はまだあんこが主体ではありましたが、他のものもご提供してましたね。はい、戦後にもうあんこ一本に絞りました。1つ目はこちらの肝ですね。あん肝。この皮ももう一つに入ります。これは卵巣。はい。胃袋も一つですね。最初に落としたヒレもそうです。この頬肉。顎の力強いんで、ここの頬肉も大きく発達してます。最後はこの大身と呼ばれる身なんですけども、それで7つに数えられてますが、それ以外の部位に関しても、全て食べられます。
あんこって言うと皆さんこうあん肝のイメージが強いので、肝を求められる方が多いんですけども、しっかりと調理したあんこの身に関しては、白身は白身の美味しさ、胃袋は胃袋の美味しさ、卵巣は卵巣の美味しさ、それぞれ部位ごとに味わいや食感の違いますので、そういったこのあまり注目されてないあんこの身に関しても、あんこ丸ごと美味しいと、魅力的に感じてもらえるようにしていきたいなと。大体8キロから12キロぐらいで、わがまま言って回してもらってますね。あんこに罪はないですけども、大きいとあんまり弾力が失われたりしますね。これもちょっと大きめなあんこでしたね。巨大な木も出てきたりしますけれども、ばらつきが多いので、安定的にいいのは、8キロから12キロぐらい。北海道のキロ2万ぐらいしますね。多少の個体差があるので、これは本当に良かったですね。アクが臭みの原因になるんで、この白いタンパクの情報質とかはしっかりと取ってということで臭みが抜けて、であんこ本来の旨味を引き出すことができて、うちみたいな醤油仕立ての割り下でもすっきりと美味しく召し上がっていただけるあんこになります。
大体65年ぐらい前の写真になりますけども、私の父がまだ幼少の頃ですね。おそらく昭和33年ぐらいの写真だと思いますね。祖父にあたる5代目で、ひいおじいちゃんの4代目ですね。多分まあ半袖ですし、おそらく9月のあんこう開きの時の写真だと思いますけれども、まあ先代にも見守ってもらって営業していきたいので、ここに飾らせてもらってます。週刊？週刊？いやいいよ。6名様でございます。今読んでる。はい。はい。じゃあ6名様はじゃあ先にお入りになられますか。中におりますのでね、食席ご案内でこの札をお持ちいただけますか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。飾ってるところでが一番こうね。すみません、こちら3人前の。嫁いで13年目です。いや、私なんかそんなに覚悟もないまま嫁いじゃったところがあって、それで三女を産んだ5年前に少しこう人手不足の年があって入ったんですけど、当然もう私は最初から分かったんですので、やらなきゃいけないことがあるので、なんか見習いのつもりではいられず、いろいろこう見て学ばせてもらってます。40歳ぐらいから出てますので、もう30年ぐらい、5代目から。お客様どうぞ。お待たせいたしております。当館のあんこう鍋お召し上がりいただいたことございますか。毎年。かしこまりました。恐れ入ります。ありがとうございます。名前変わりましたですね。今。54番様お揃いです。大きさによってまあいろいろですけど。
5リットル。はい。私今ポン酢をお付けしますので少々。はい。おごりでございます。失礼いたします。お客様は結構シビアですから、やっぱりこう初めて来てくださる方もこのあんこ鍋美味しいねって言ってもらえるように、これから冬場は初めて来てくださる方が、とか紹介とかで来てくださる方が多いですけれども、お客様にもこうあんこの魅力をお伝えできるように、あんこって美味しいんだねって言ってもらえるように。本来ご存知のようにあんこって泥臭さのね深海魚ですから、時間をかけて臭み抜きという作業をしますので、このかつお昆布にお醤油味で召し上がっていただけるんですね。ここまで手間かけて初めて、醤油仕立ての美味しく召し上がっていただきます。昭和50年、1975年には来てた。このシーズン、基本的には違います。小麦とかあん肝とかってね、どこでも食べられると思うんですけど、その質が違います。この季節、この場所でしか、このお店でしかっていう部分によっては、ほら、醤油味ってここしかないじゃん。うちはこうあんこに情熱かけてやってますけど、文化性がまだ備わってはないと思うので、美味しさは当然のことながらそういった文化性も高めて、和食の中の一役を担えるような食材やお店で選ばれればなと思います。60番様です。はい。吉田君、自分の完成にしちゃいました。お金も入れて入れやすい。要するに明治大学魅力、やっぱおかみですね。一番に。2番目はね、食べ終わった後のおじや。あれが私大好きなの。で3番目が鍋。東京で唯一無二だからね。先週も来てね、コロナ前に一度来て、でコロナが流行っちゃって来れなくて、それで5年ぶりぐらいにここお邪魔してます。ね、来たくてしょうがなかった。ね、お約束通りにそうね、皆様でいらしてくださって。メインディッシュっておっしゃるお客様も多いくらい、はい、このおじやはですね、人気でございます。ありがとうございます。はい、美味しいお塩を作りできます。強めのモザイク味にする。強めモザイク。美味しいタレをですね、ご飯がしっかり吸いますように、わざとご飯は冷やしてというか、これで温かいご飯を入れますと染み込みが悪いですので、じっくりと、ご飯が吸ってくれるのを待ちます。ですのでこのままちょっと触らないでお待ちいただけますか。ありがとうございました。ありがとうございます。薬伸ばす24日ぐらい。そうそんぐらいやろ別に。直前やった直前からそれもあるわ。あれごときでそんなキャッキャ言っとったらもうお願いしますよって思う。
わ、美味しそう。美味しそうだね。これが美味しいからね。手あるけどペロッと食べちゃうんだろうな。ね多めに作りちゃったかもしれません。そうですか。いやいや、嬉しい嬉しい。はい。じゃあお客様こちらですね。卵固まったところととろっとしたところですね。ちょっとこうバランスよく。うわ、うまそう。これが美味しいですよ。はい。はい、じゃあこちらちょっと召し上がってみてください。新香がまたうまそうやね。じゃあ全部ね手作りですから。ですよね。はい。美味しい。いかがですか？美味しい。これは美味しい。今までのがあったみたいな感じですよ。主役これじゃないんだよ。美味しいね。私もその言葉を聞く楽しみで作りがいがあります。ごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございます。失礼します。明治大学だから明治それで紹介したんですよ。こういう若いあとサンプルなんですよ。気持ちはこれ。あとこっち。丸々とした。
結構格安で食べさせてくれるから皆さんお客さん多いんですよ。入籍した日に記念日として予約してきました。こちら天杯定食になります。お腹を出して、これ白子お酢です。こういう感じの白子の天ぷらに使います。白子。これが胆のうなんですけども、鯉の体にめちゃくちゃいいんですよ。なのでうち薬品会社さんに卸させていただいてて。中を作って鹿児島と福岡県の浮羽の方でうちの会社で養殖させていただいてるんですけども、大体2年から3年でこれぐらいの大きさに丸々とした
やっぱしっかりした山水と地下水で養殖して鯉の専用の餌をあげるので全く泥臭くない美味しいプリプリした脂の乗った鯉が出来上がります。川魚はやっぱ冬の時期が美味しいと言われているので、これから寒くなればなるほど脂が乗って美味しくなる時期になるので、ぜひ鯉を食べてほしいですね。電気かけてうなぎをしびれたところをさばいていく。肝ですね。肝水とか肝焼きとか肝煮とかに使う肝で、今からこれがうなぎの骨を取っていくんですけど、こういう状況ですので、その時は消費外でね、消費を進めたらですね、もう地道にすることが一番いいんじゃないですかね。チーム来たか。はい。出汁が出たらもう頭を取ります。たまに頭をくださいっておっしゃるお客様がいらっしゃるから。卵と
ホイコフに入れたら美味しい。もうめちゃくちゃ美味しい。渡辺さん、お湯お願いします。大体もう10月に入ったら落ち合いって言って鮎にサビが入って食べれなくなったりもう死んでしまうんですけども、今年ちょっと鮎の業者さんが養殖を変えてシーズンでは終わっちゃうんですけども、まだ鮎が食べれるうちの店ではですね、大きいので結構食べ応えがあって、まだ鮎あるとってお客さんから言われて結構頼まれる方多いですね。後から骨せんべいにする用の骨です。血合いだけを取ってきれいにした後に焼いてから揚げるっていう感じで、まあもともと魚が好きなので魚関係の仕事に就きたいなって思ったのと、あとまあ学生時代の時に、川魚にちょっと興味があったので、そこで働こうと思います。の世代とか若い方が鯉をやっぱり食べたことがなくて、鯉って食べれるのとか泥臭いっていうイメージを持たれるので、自分たちの世代にちょっと鯉料理を浸透させていって、でやっぱ養殖も広松養魚場って言って会社でしてますので、その鯉は広松さんとか、鯉は美味しいとか、いろんな方に広めていけたらなと思ってます。終わりましたね。大丈夫です。おはようございます。
作ったやつはもうやっぱうなぎの油とかが入ってないのでさらっとしてるんですけど、当初からずっともう足してきてるので、うなぎの油だったりコクが、その人たちの思いとかが詰まったそれがカレーになります。このうなぎって言って若いうなぎなんですよ。ふっくらした柔らかい美味しいうなぎなんですよ。焼く時も結構ちょっと注意して焼かないと頭とかちぎれちゃう。これが機械。そしたらそこからいいです。しゃべっちゃん、それ濡らして出来たてのやつを。出来たての方。出来たての方をちょっと。検査事務。だけ明日出そうかね。はい。黄色の竹が4つとレトルト1個入っております。すみません、ありがとうございます。またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。こんにちは、いつもありがとうございます。どうぞ。こういうランチでした。はい。失礼します。
みらいちゃん、おります。禁止準備しとって。何年ぐらい？そうね、もう30年ぐらいなるせんでしょうか。今年は鯉コクが好きですね。昔は刺身なんかなかったから鯉コクとかうなぎやったでしょ。この近くではですね、うなぎ屋さんが少ないから結構格安で食べさせてくれるから皆さんお客さん多いんですよ。あちこちから来てある。ああ、よかったです。ああ、よかったです。ありがとうございます。お店に来るのは2度目です。あ、本当ですか。もともと地元で、広松さん有名なんで。ああ、そんなことないです。ありがとうございます。入籍した日に記念日として予約してきました。その記念する日にありがとうございます。うちを選んでいただき。ありがとうございます。またお待ちしております。あ、じゃあ、ごめん、2つ。はい。炭酸水ありますか。はい。向かいの車からこれ銀行。追加でコインの洗いが1人前とご飯の小
塩焼きは一つね。どれにした？買ってくれにした？はい、大丈夫です。切るのが。いらっしゃいませ、こんにちは、どうぞ。ありがとうございます。お願いします。
なおちゃん、大鉢の皮付け洗い持ち帰り。これちょっとしゃないで。で、ちょっとこんにちは。いつもありがとうございます。2名様、はい、少々お待ちください。ありがとうございます。それがもうちょい。大さん大3つね。お願いします。はい、ぜひ5590円になります。ご清聴ありがとうございます。またお願いします。失礼します。こちら天杯定食になります。前失礼します。こちらが鯉国の骨置きと、こちら山椒入ってますのでお好みでおかけください。こちらが鯉の皮を使った酢の物になっております。こちらも鮎の塩焼きになります。横についてるのがタデ酢になっております。じゃあお茶ですね。はい、
カリショップで、スポンのホイル一応。これもぎもりが映るこれ、こう人から大人になっちゃうんだ、少し。わかりました。沸騰したらですね、お先に具材だけを食べていただいて、残りのですね、スープとこちらにある卵とご飯を使ってですね、雑炊にして召し上がってください。はい、いただきます。魚美味しい。めちゃくちゃ美味しかったです。柚子胡椒めっちゃ美味しかったです。あれ？そういう。もうちょっと。スポンも美味しかったです。臭みもなくてですね。美味しい、初めて食べた。美味しいっす。大丈夫ですか。うろうろうろ。また来てね。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。本マグロですね。この城役は江戸城役につながるんですよ。江戸の城。それもあって意味があって、この城の肌が綺麗じゃないですか。だから子供の肌、それから娘の肌、それで小肌って呼ぶようになる。だから江戸方面です。法事とか宴会とかそういうお仕事をずっと親方の代から50年やってきてたんですけど、今後そういう仕事が多分自分一人ではできないと思ったんで、もうちょっとコンパクトにして江戸前寿司、特に古典的なと言われている江戸前寿司の仕事が昔からしたかったので、その夢の実現のために大改装しまして、でお店のコンセプトも変え、
で中身も変えっていう感じで始めて今1年ぐらいですかね。まだまだこれからだと思うんですけど、それでもなんとかお客様が通ってきてくださってるので、このままいけるかなっていう感じはあるんですよね。塩とすだちでどうぞ。ありがとうございます。焼きとこだけやで。それでもむか。塩は塩も。
これ小豆はね色をつけたり皮が剥がれないようなそういう意味合いで日本料理から来たわけ。これ小豆を入れる。女将も親方も最初はね常連さんが離れちゃうんじゃないかっていうことで心配はしてましたよね。だけど私がわがまま言わせてもらって今よりも将来こういうふうにやっていきたいからちょっとメニューは大幅に変えさせてもらいますっていうことで了承を取ってそういうやり方をしましたし。ないよ。芝エビは？
それもらっていい？
1年なら1杯10万円。すいません、先に申し訳ないです。タコの桜煮です。ありますか？はい。二人旅ってよく行かれるんでしたっけ？ 9月に函館に誕生日。うんうん。盛岡で美味しいものが食べられればと思ってるんですけどね。本当にいろんなとこね、食べに休みの旅に行かれてるから。そうそう、同じ寿司組合の。生のマグロの天身の赤身でございます。どうぞ。だし巻きですね。どうぞ。はい、口みだいでございます。その場しのぎっていうのはないんですよね、しげさんはね。だけどみんなすごい素晴らしい職人さんばかりですよ。あ、すごい。してない、珍しいですよね。ビールいきますか？はい。盛岡になかなかそんな贅沢ができないですよ。本マグロです。はい、中トロでございます。このね、マグロの話からね、そうそうそう、奈良時代はね、このマグロのことをシビって言って、江戸の人たちは
それを漢字に置き換えると死ぬ日って書きますね。非常に意味嫌って、しかも冷蔵庫がない時代ですので、このトロの部分は痛みが早いもんですだからみんなやっぱり江戸の人たちはマグロは食べなかったんですね。ただ赤身についてはね、日本橋の馬喰町の恵比寿屋さんっていうお寿司屋さんが初めて醤油につけて、そしたら少しは保存ができる。それで赤身マグロについてはそこから醤油漬けにして、で漬けということで、中期の時にはね、なかなかねマグロを食べなかった。江戸の後期になったら結構武士の人たちもやっぱり寿司を食べるようになってきて、トロはね、日本橋の有名な寿司屋さんのご主人と、それから三菱さんの商社マンがそのトロを食べたら非常に美味しかったと。で当時名前がなかったもんで、口の中でとろっととろけるから、じゃあトロにしようっつって、そこで初めてなんか決まったようですね。だからトロっていう名前はもう本当にまだ最近ですよ。とってもね、席に対応していただいて、とても気を使って美味しくいただいて、こうしてくださいねって言うとね、ちゃんと答えてくれるんで、さっきもね、ちょっとリクエストした。次回、ね、次回の楽しみでございます。そうなんです。ちょっとそういうことやってると楽しくてね。さようでございますね。中の味噌をね取っちゃうんですよ、こうやって味噌というか綺麗にしちゃいます。私は車エビを茹で置きしておくので、剥いた時にこの甲羅を外しておくことで綺麗にさばけるんですよ。だからちょっとした手間なんですけど、あったかいうちにこういうことをすることで最後の握りの仕上がりが綺麗で、自分の理想とする形にエビを握ることができるので、ちょっとした手間です。それまでは出前とかお寿司は作らせてもらったけど、対人じゃなかったので、その目の前のお客さんっていうことでなかったので、中田もそうだし、もう魚全般は無事に教わったので、巻物にしても自分で今までこう作ってたものが、かんぴょう巻きは、四角じゃなくて楕円に巻くとか、芯が真ん中にいってるかとか、切った断面が綺麗か、高さが揃ってるかとか、そういった細かい技術コンクールの中のその規定の部分をきちんと勉強し始めて、そこから意識が変わったって感じです。高い望みは本当にないです。急には絶対上手にならないので、毎日の積み重ねでしかないんですけど、少しずつでも亀さんでいいから、もうゆっくりゆっくり上手になりたいっていう。
ともとサラリーマンを、当時はやっぱりこうサラリーマンより商売の方がいいんじゃないかななんてそう思ってね何やるかっつっても別にこれってあれがあるわけじゃないので魚の仕事でもしようかなと、一番手っ取り早いのはやはり小売業かなと、そこから始めたんで3年ぐらいですね、鮮魚の小売店専門店っていうのはなかなか厳しい時代で、スーパーマーケットなんかがね近所にありますんで厳しい経営になりましたもんで、そこからやっぱりいろいろ考えて、寿司という飯に入ってたんですけどね、最初はそんなに難しく考えないでシャリを作ってそれに刺身を乗せればそれが寿司になる程度ぐらいの若さですよね。そこからスタートしましたけど、当時もやっぱりこうお持ち帰り寿司とか回転寿司ができ始めてましたので、やはりそことの差別化っていうのはいろいろと文献を読んで考えて、うちのじゃあ何かがそれでたどり着いたのが江戸前寿司という寿司ですよね。そういう歴史、それからそれにまつわるその時代の文化、そんなものも一応文献を読んだりして、この現在のこの久保竹寿司の江戸前寿司というものをね作り上げたんですけどね。恥ずかしそうになんか。思うんですけど、正月が来るんですよね。信じられない。昔のほらお正月だとさ。はい、車エビどうぞ。煮浜の漬け込みでございます。はい、どうぞ。食べられないものはこの中でありますか？ないですね。あとウニもご用意できます。一力？さっきこれ食べましたよね。はい、しめ鯖ですね。はい。本来はこの城ってだから武士が切腹するときに最後にこう焼いて出すお魚がこの城なんです。だから腹切り魚とか、しかもこの城を焼いて出す。だからこの城を焼くは江戸城を焼くにつながるんですよ。江戸の城、それもあっていびきだってんで、その小肌ってこの城の肌が綺麗じゃないですか。だから子供の肌、それから娘の肌、それで小肌って呼ぶようになる。だから江戸方面です。お盆の時にこの城を焼いて、その匂いにつられて亡くなった
子供さんなんかがお盆の時にこの人たちこの詩を子供の代わり、江戸は江戸城の代わりですけど、上方は子供の代わりってこの詩だってことですけど。そういうこと聞いちゃうとね、食べるのがなんかこう、このおぼろもね、やはりこういう小春のネギと、生姜を二人鉢で。別格だもん。火でどんどん砂金をやって鉄にするときに本当に純粋なものだけを取り出す、それで日本刀を作るんで、それがケラっていうんですけど、我々もそれにちなんでもう純粋なものの卵焼きってことでこれをケラっていうんですよ。でこれをケラ鍋っていうんですよ。カタカナでケラって。普通のだし巻き卵っていうのは一般的に卵屋さんやるじゃん。あれは我々の業界では菓子玉っていう。もともとは菓子玉とこのケラ焼きと2種類。であとは関西の方から来たいわゆるだし巻き卵。この3つだけどは江戸前の寿司っていうのはこのケラ焼きのことです。赤石のところははいね。こちらは町の寿司屋で昔ながらの江戸前仕事をする寿司屋なんですけど、親方が江戸時代生きてたんじゃないかっていうぐらい江戸時代の話をよくしてくれるんですよ。それがお客さんにすごい受けてて、カウンターで私が握っている横で親方がいろんなその江戸時代の面白話をしてくれるので、そういうのがご興味のあるお客様がうちのお店なんか来たら絶対楽しめると思いますよ。
高さが全然違う。特注で作ったり、高さが6センチちょっとあるかな。まあその時やってうまくいったり失敗したり何でやってもな勉強ですよ。みんなご夫婦でね、長屋で寿司を作ったりしたんですからね。いつの時代でもみんな女性はやっぱりすごい働くもんですよ。また女性がいないお金がもうねちゃんとしてなければその店はなかなか成り立たないんで、何でもできる。ただ握り寿司だけはね、やるんですけどね。負け寿司はありがとうございました。もう今日は七五三でもうテンション高くママに内緒だよとか言って。かしこまりました。塩とすだちでどうやってその保存したか、まあ冬場は氷がある程度あるでしょうけど、そうでない時期はどうやって保存したかって非常にその人たちは苦労したでしょうね。まあ一説によると井戸水の中に例えばマグロとかそういうお魚を油紙にこのあれに包んで、そして井戸の中にこう浸しておいた。すごい。とろっとすごいね。
ちょうどだから文化文政時代っていうのが将軍と徳川家成さんという方が、どっちかというと祭り事は全然しない殿様で老中に全部祭り事をやらして、自分はそれこそ側室をいっぱい作ってこいつをもう55人作った殿様ってね、その時はもう全部自由にいろんなものを文化をやらせたんですね。ですからその当時十返舎行の東海道膝栗毛とか、ああいう滑稽本とか、それから美人画とか、それから役者の絵のああいう版画、ああいうのもね、その当時出てきて、寿司もその当時ちょうど出てきた。だからあの時代にね、文化も、非常にいい時代だったんですけども、それが今日までこう残っておりますよね。レストランみたいな。与兵衛っていうお店はもうあの人は昭和の初め頃にもう廃業しちゃいましたね。その名前を使った。使ってるんだ。なんであの名前使ったんですかね。ねえ。美味しそうに見えるから。そういう思いつきでつけたんでしょうけど。9歳の時に江戸へ来てこうレッチ暴行になって。だからやっぱり13歳ぐらいでちょっとそこを辞めて寿司の道に入ってみて、後に両国の恵光院の前で大きな店を最後には作って非常に有名になったんですからね。はい、どうぞお待たせしました。大変でしたんですけど、いろんな方に助けていただいたんで、おかげさまで復活することができまして、20日お休みして全部店内改装した後もやり直しっていう感じだったんで、まあ大変でしたね、それはね。ですけどそれ以上に得るものが多かったので、プラスマイナスで言ったらプラス、本当に皆さんのおかげでっていうのがよく分かりました。常連様とか昔の友人とかみんなに応援していただいて本当に感謝しかも本当感謝ですね。あの時にはね、今思い出しますけどちょうど1年前ですね、あっという間の1年でしたけど、お茶屋さんが、そこで、玉露茶を使いましたので、その玉露茶と一緒に合わせて出した。今までの寿司屋っていうのはね、本当に番茶で、もう寿司に勝るそのお茶を出してるのはやっぱりあれなんですから、本当に番茶であまり美味しくないお茶。